ご視聴ありがとうございます。今回は時代に翻弄された短い路線のご紹介です。会社の将来を担うはずだった路線が7年余りで消滅した理由を図表をフル活用して解説します。廃線跡に残る意外な痕跡に注目です。ここは東急池上線と玉川線が乗り入れる蒲田駅です。1日平均の乗降客数は14万3000人余りで主要駅の一角を担います。ホームの突き当たりに改札がある投炭式と呼ばれる構造です。改札から向かって左が玉川線、右が池上線の乗り場で乗車と降車が分離されています。ここから私が乗るのが池上線の上り列車です。池上線は五反田から蒲田までを結ぶ全長 10.9 キロの路線です。蒲田と多摩川を結ぶ玉川線と同じく1両あたり18メートルの中型車両3両編成で運行されています。全長54メートルという小ぶりなサイズに加え、沿線は市街地が広がっているため昼間でも結構混んでいます。私が向かうのは雪ヶ谷大塚駅です。路線のおおむね真ん中にあり、検車区が併設されています。これは多摩川線の車庫も兼ねており、ドアの上には両線だけを抜き出した路線図もあります。両線において重要な駅の一つですが、駅自体は池上線の単独駅で上下線が1本ずつです。列車の追い越しや待ち合わせはできず、また両線の列車は各駅停車だけです。ホームに降ります。ホームの上り寄りには使用されていない1両分のスペースがあります。この駅の乗降客数は1日あたり2万1000人余り、池上多摩川両線で2万人を超える駅の一つです。蒲田経由で多摩川線の列車となるものもあり、時刻表でも区別され、乗り換えなしで両線を行き来できる貴重な列車です。何かとつながりの深い両線の関係性も今回の話に関わってきます。そしてこの駅からかつて短い支線が伸びていたことをご存知でしょうか。それが東急の歴史とも深く関わる今回のテーマとなる路線です。その路線が新奥沢線。雪ヶ谷大塚駅の前身である雪ヶ谷駅から分岐し、新奥沢駅に至る全長わずか 1.4 キロの路線でした。途中駅1つ、駅数は全部で3つだけです。この路線は1928年10月に開業した後、1935年10月末で廃線になり、わずか7年余りで廃線になっています。短い営業距離、そして短い歴史の裏にあるのは、ある私鉄が目指した戦略と競合他社との競争です。今では大手私鉄で有数の規模を持つ東急ですが、最初から一つの会社だったわけではありません。池上線は東急の前身の一つ、池上電気鉄道が建設した路線です。この会社は沿線にあるお寺、池上本門寺への参拝客輸送のために1917年、大正6年に設立された会社です。当初計画されていたルートは目黒から大森までを結ぶものでした。免許申請がされたのは1912年、明治45年のことで、翌々年の4月に認可されています。ただし、会社の発起人は信用力の乏しい人が多く、十分な資金を集められない状況でした。免許申請から5年でようやく会社が設立され、大森側から工事を計画したものの、大森付近の用地買収に手こずり、早くも暗雲が垂れ込めます。そこに支援を申し出たのが、衆議院議員だった高柳淳之介でした。彼は資産家から集めた資金で企業を再生させる事業をしており、池上電気鉄道もその支援を受けます。大森周辺の用地買収が難航したため、1918年に支線として免許を取得した蒲田ルートを先に開業させることになりました。1922年10月、池上本門寺の行事にギリギリ間に合うタイミングで、蒲田池上間が開業。この区間は今の東急の路線で最初に開業した区間です。この時、新たに製造する電車の部品が間に合わないことが分かると、高柳は今の静岡鉄道と交渉し、中古の電車2両を調達するなど大きな役割を果たしています。
その後、目黒方面への延伸を目指した池上電気鉄道に、あるライバルが立ちはだかります。それが、目黒蒲田電鉄。東急の前身の一つです。この会社の設立目的は、池上電気鉄道のそれとは大きく違います。設立母体は、1918年に設立された田園都市株式会社。この会社は、今の専属や田園調布周辺の街づくりが目的でした。目黒蒲田電鉄は、その田園都市株式会社の鉄道事業を受け継ぎ、1922年、大正11年に分離設立されたものです。設立にあたり、田園都市株式会社及びそのグループ会社から2つの路線の免許を譲り受けています。一つが大崎町から桧島村までの区間、後の目蒲線の区間です。もう一つが今の大井町田園調布間にあたる区間です。会社の設立前には全社の施工認可がおり、工事に着手しています。6月には専属駅周辺の土地の分譲をスタートし、8割ほどが予約で埋まりました。12月には多摩川沼部間の施工認可を取得し、翌年3月には先に着工していた区間も含む路線が開通しています。8月には田園調布周辺の土地の分譲も始まり、11月には蒲田までが全通。着工から全通まで1年7ヶ月余りというかなりのスピード工事です。1926年2月にはグループ会社によって多摩川から先、今の横浜駅の手前の神奈川まで 14.7 キロが開通しています。これは今の東横線で、翌年8月には渋谷から多摩川までが開通するなど、目黒蒲田電鉄は着実に勢力を広げます。一方これに対し、池上電気鉄道の工事はそこまでスムーズではありませんでした。1923年5月には雪ヶ谷駅まで開業したものの、工事は一旦止まりました。理由は2つ。もともとこの会社が資金難に見舞われていたことです。本来なら都心に近い目黒から開業させるべきところ、蒲田から開業させたのもそのためです。そのせいで工事が遅れているうちに、目黒蒲田電鉄が開業。同社との競合を避けるため、起点を五反田へ変更する申請を出し、認可を待っていた中、関東大震災が発生。人口が郊外に移転し、恩恵を受けた鉄道会社もありましたが、都心に直結しない池上電気鉄道への恩恵は乏しく、経営は苦しいままでした。1925年に路線変更が認可されましたが、年末に高柳による不正が発覚。彼は投資家から資金を吸い上げ、一部を自分のポケットに入れていたのです。池上電気鉄道を開業に導いた立役者だったものの、その経営手法には怪しい部分も多かった高柳は、詐欺罪などで逮捕されて社長を退き、経営は一時的に混乱状態に陥ります。その状態が一段落すると、1927年7月には、それまで単線だった蒲田雪ヶ谷間を複線化、8月には桐ヶ谷まで、10月には大崎広小路まで延伸しています。翌年にはついに五反田まで開業、池上線のルートが全通しました。そして同社は、さらなる多角化を進めます。全通前には目黒蒲田電鉄より早くバス事業に参入し、2開業区間の連絡運用を行った後、沿線で運行しています。沿線にある専属池では貸しボートの営業を始めるなど、目黒蒲田電鉄と競合する鉄道事業を支えるため、周辺事業の育成に取り組みます。それと同時に、路線網の拡大も目指していました。1926年5月には、大崎広小路から都心方面への免許を出願し、12月に免許が下りています。さらに翌年3月には、雪ヶ谷から調布へ至る免許を出願。今の田園調布に乗り入れることで、目黒蒲田電鉄に対抗するためでした。6月にはさらに国分寺までの免許を出願。当時の営業路線よりはるかに長い距離でしたが、これらは同年12月に免許が下りています。他にも複数の免許を出願していたものの、特に同社では目黒蒲田電鉄の勢力圏への進出を図ろうとしていました。戸越三軒茶屋間の免許を出願したほか、雪ヶ谷丸子の渡し間の免許をたびたび出願しています。ただしこれらはいずれも却下され、免許が下りることはありませんでした。多数出願された免許路線で開業したのは新奥沢線だけでした。終点は奥沢駅とする予定でしたが、
目黒蒲田電鉄の路線に奥沢駅があったため、新奥沢駅とされました。資金的な余裕ができたこと、周辺の農地整理に合わせて土地を取得できたことから、免許が下りてから1年未満で開業しています。沿線には住宅も少なく、乗客は調布高等女学校に通う女生徒がほとんどだったそうです。そして残念ながら、ここから先への延伸は実現しませんでした。延伸には目黒蒲田電鉄の線路を乗り越える必要があったものの、大井町線のルートと並行するのに加え、池上電気鉄道による各種免許申請の動きが目黒蒲田電鉄を刺激し、交渉は難航しました。目黒蒲田電鉄が開業させた大井町線では、当時旗の台は東千束という駅名で、場所も170メートルほど西にありました。池上電気鉄道の旗ヶ丘駅は210メートルほど五反田寄りにあり、別々の駅だったのです。そして池上線のこの辺りの区間が開業した翌年には、大井町線に池月駅が開業。これは千束池の最寄りとして開業させたと言われており、駅名の由来は、源頼朝が千束池のほとりに宿泊していた時、一頭の馬の姿が池に映り、月のように美しかったことから、自らの馬としたという故事が由来です。さらに、冒頭に出てきた蒲田駅は、もともと両線でホームの場所が違いました。国鉄線に突き当たる池上線に対し、目蒲線は南に回り込んでいます。こうした状況からも、両者の関係が垣間見えます。1930年7月には、調布から国分寺までの免許が失効。免許が下りた時に指定されていた期限までに工事に着手しなかったからです。当時目黒蒲田電鉄の経営を仕切っていたのが、東急の経営に触れる上で欠かせない人物、後藤啓太です。彼は、両者の無駄な競合は避けるべきだとして、池上電気鉄道を支配していた川崎財閥のトップに直談判。1934年10月、池上電気鉄道は、目黒蒲田電鉄に吸収合併される運命をたどります。その直後に、同社は新奥沢線の廃止を申請しています。新奥沢線は翌年10月末をもって廃線になり、開業から7年余りという短い運行期間に幕を下ろしています。なお、両社の合併から2年後には、池月駅を改称した千束公園駅が、北千束駅に改められました。千束池の最寄りというには距離が遠く、同じ会社に最寄り駅は2つもいらなかったからです。ただし駅自体は廃止されることはなく、東急が保有する軌道線以外の路線で最も乗降客数の少ない駅として存続しています。戦後、1951年には東千束と旗ヶ丘の両駅が移設され、旗の台駅が発足、乗り換え駅になりました。2002年から駅改良工事が始まり、大井町線では急行の待ち合わせが行われています。さらに、2019年には池上線のホームのリニューアルが完成し、雰囲気が明るくなりました。蒲田駅では、目蒲線のホームを池上線が共用することになり、1968年に今の構造になっています。その後、2000年に目蒲線は系統分離され、蒲田駅周辺の区間は多摩川線になっています。廃線からおよそ90年、新奥沢線の痕跡をたどります。廃線跡のうち、雪ヶ谷駅を出たところの曲線は区画が作り変えられ、痕跡は残っていないですが、その先では道路が割と線路に沿っています。住宅の配置にもなんとなく面影がありますが、言われないとわからないレベルで住宅地に溶け込んでいます。ただしこの道路、奥の十字路で左にずれており、諏訪分駅の跡地の手前で、ちょっとだけ左に膨らんでいます。この道路は奥で右に戻っており、駅があった場所に合わせて折れ曲がっています。閑静な住宅地の細い路地を進みます。諏訪分駅から600メートルほど、ここが新奥沢駅があった場所です。ここには綺麗なマンションが建ち、駅の面影はありません。かと思いきや、手前にご注目。そう、ここには新奥沢駅跡と書かれた柱があります。石は結構新しく、マンションが新築された時に設置されたものかもしれないです。モニュメントと言えるほどのものでもないですが、新奥沢線があったことを示す一番はっきりした痕跡です。
この近くには出所不明の車輪もあるなど、意外なアイテムにも出くわせます。そしてここから400メートル余りの場所に、田園調布駅があります。2000年の系統再編で、田園調布駅周辺の目蒲線は目黒線になり、東横線のバイパス路線として発展を遂げました。駅も地下に移設され、新奥沢線があった頃とはガラリと変わっています。また、新奥沢駅の由来となった奥沢駅も、目黒線の発展に合わせて役割を増しています。目黒線の8両編成化に合わせて北側の留置線が改修されたほか、おととしには上り対比線の使用が始まり、北口駅舎も完成しています。どちらの駅も雪ヶ谷大塚から2キロもないので、まとめて足を運んでみるのも面白そうです。ご視聴ありがとうございました。